東京町探検です。今回は虎ノ門の虎とは何かを江戸の町づくりと絡めて見ていきます。その後、赤穂浪士の史跡や素敵な坂をたどって愛宕山まで歩きます。どうぞご覧ください。スタートは地下鉄虎ノ門駅近くの虎ノ門琴平宮です。江戸時代、この辺りは讃岐丸亀藩京極家の屋敷でした。領内にある金毘羅大権現の分霊を屋敷内で祀ったのがこの神社の起源です。やがて金毘羅人気が高まると、月に一度参拝のために屋敷を開放し、多くの市民が訪れたそうです。藩としては再選収入への期待もあったそうです。明治の神仏分離で琴平宮と名を変えました。この鳥居には中国神話にある4頭の霊獣の彫刻があります。青龍、朱雀、白虎、玄武ですが、この白虎の虎が虎ノ門の名前の由来だという説があります。といってもこの鳥居の白虎ではなく、江戸の町づくりに関係しています。虎ノ門の由来や江戸の町づくりには諸説ありますが、現在主流と思われる説は次のようなものです。家康による江戸の町づくりは、直接には平安京をモデルにしました。ですが、平安京は唐の都、長安をモデルにしたので、江戸のモデルは唐の長安ということになります。唐の時代の町づくりは、陰陽学による詩人相応の地形が重要視されていました。詩人とは、青龍、朱雀、白虎、玄武のことです。これらの神々が宿るにふさわしい土地を選ぶのが良いとされていました。具体的にどういう土地なのかは中国と日本とでは少し違っているようです。日本の場合は、東に青龍が宿る川があり、南に朱雀が宿る海あるいは池があり、西に白虎が宿る道があり、北に玄武が宿る山がある。こういう土地が良いとされました。平安京の場合は、東に鴨川が流れ、南には小倉池という、今は干拓されて失われた池がありました。西には山陽道があり、北には船岡山、あるいは丹波高地があります。しかし、江戸には北に山がなく、また城下町も東に作る予定でした。そこで、この図を左回りに110度ほど回転させました。すると、このようになります。実際は西の方角を北と見立てたわけです。この向きならば、青龍の方角には平川が流れ、下流は運河を掘って日本橋川を作りました。朱雀の方角には江戸湾があり、ここに江戸港を作りました。白虎の方角には東海道を整備し、玄武の方角には富士山がそびえています。そしてこの図で虎ノ門はこの辺りになります。江戸城から見て白虎のいる方角にある門なので、虎ノ門と名付けられたという説が有力なようです。琴平宮から南へ向かうと、近年建て替えられた消防会館があります。以前の建物には江戸時代からの消防の歴史に関する展示がありました。今回行ってみると、防災情報センターになっており、阪神・淡路大震災の記録が中心の展示でした。消防会館を含むこの辺りに、江戸時代、旗本戦国家の屋敷がありました。赤穂浪士の事件の時には大目付をしており、討ち入りの後、大石内蔵助の命を受けた2名が、ここ戦国邸に事件の報告をし、自首しました。
その歴史を伝える展示があります。討ち入りの際、老子が火消しの装束であったことも消防会館とのつながりを感じます。戦国邸跡からさらに南へ向かいます。公園を通り抜けた先には結構急な坂道があります。これまで下町低地を歩いてきましたが、この坂で台地の上に登ります。この坂は江戸見坂です。江戸市街地の大半を眺めることができたので名付けられたそうです。ここは台地のへりで、これより東は下町低地ですから、当時はさぞ眺めが良かったことでしょう。この辺りはかなり勾配がきつくなっています。急勾配とカーブが美しい坂です。ナイジェリア大使館です。ここが台地の上。坂の高低差は15メートルほどです。振り返ったところがこれ。台地に登ったばかりですが、すぐに下ります。この道は再開発で作られた新しい道です。にもかかわらず、石垣風の壁面の上に蔵が見えます。実業家の屋敷跡に作られた菊池寛実記念友美術館の敷地です。坂を下って再び低地です。ここは大手町から移転してきた気象庁です。港区立の科学館と気象科学館も入っています。再開発ビルばかりのところに素敵なお宅がありました。国道1号桜田通りです。前方に木の生い茂った高台が見えます。あれが愛宕山です。愛宕山は江戸見坂の上と同様に武蔵野台地の末端部でした。浸食により台地と切り離されたため、低地の中にそそり立つ山のように見えます。愛宕山は私の目の前左右に細長く横たわっています。このトンネルはその中央あたりを貫いています。愛宕山の上には愛宕神社があります。この階段はその裏参道です。裏参道の様子は次回の動画でご紹介します。トンネルを抜けたところ、右側にエレベーターがあります。山の上まではかなりの高低差があるので嬉しい設備です。再開発の工事現場を左に見て進みます。すると、愛宕神社の鳥居前に到着です。
今回の動画はここで区切ります。最後までご覧いただきありがとうございました。次回は愛宕山を探検します。次の動画もぜひご覧ください。